おはようございます。画家の小木曽です。今日は日頃とちょっと違う企画を考えておりまして、日常に美を見出すということで、今日は街の中に少し出てみて、こんな当たり前のような風景の中にこういう絵を描くポイントがあるんだよということをお届けできればなというふうに思います。約30箇所ほど見つけました。というかもう1時間ふらふら歩いてここも面白いんちゃうか、ここも面白いんちゃうかということで、たくさん見つけましたので、まずですね、佐賀県立美術館の周りほんの少し歩いて、もうすぐ見つかりすぎるなと思ったので、今度はちょっと、どこにでもあるような街の中ですね、佐賀の街の中の方に行って、歩いてみました。で、本当にこういうのも絵になると思いますし、こういうのも絵になると思いますというご提案です。で、ただそこを写真に撮って終わりではなくて、それをちょっと本当に、長くて12分、短くて2分とかで、ザザッと描いてる絵を8倍速、すべて8倍速にしてますので、だいたい1分ぐらい、1分以内ぐらいに、ぐーっとした早送りと、撮った写真と、作品を載せておきます。で、こういったことをぜひね、参考にです。皆さん街とか少し散歩に、人の少ないようなところの方が、意外と作品になるようなところも見つかるかもしれませんので、ぜひ参考に、こういうとこも確かに絵になるんやなとかっていうのとかが参考になって、少し日常の視野がわーっと広がることを願って、大変、作るのが大変でしたが、ぜひごゆっくりご覧ください。では、おはようございます。画家の小木曽です。今日はちょっと動画の中でも少し言うていたんですけども、日常のいろんなところが絵になるよということで、とりあえずですね、まず、ここは佐賀県立美術館、の前ですね、佐賀県立美術館、佐賀県立博物館の前で、ちょっと探してみようと思います。ちょっと工事しててうるさいですけども、ちょっと探してみましょう。では少しぐるぐるっと回ってみましょうね。何か面白いのはないかなと探してみます。例えばもうこれだけでも十分実は絵になりますね。これだけでも絵になります。この公園にでもですね、ありそうなこういった景色も少し、例えば下の方とか上の方を切り取ってあげて、緑を中心に様々なこうやってね、木々、が主役になるような絵とかにもなるかと思います。そんなに奥行きとかを出すわけではないんですけども、青と緑が映えたような画面とか作れないかなというふうに思って描きました。大胆にズバズバズバと描いてます。これは1分ほどにまとめてますが、8倍速で、描いてます。日頃の作品ではなくてエスキースとかプランニングかなというふうには思うんですけども、皆さんの参考になればと思って、30枚ほど描いておりますので、様々なパターンをお楽しみいただければなというふうに思っております。こんな感じで描きながら、乾かんうちに作品というよりエスキースサムホールワトソン市でございます。こんな感じです。簡単に、描いてみました。どうですか？じゃあぐるぐるぐると歩いていきましょう。意外とこういうのも絵になったりしますよ。意外とですね。さあどうでしょうか。なんかないかな。いいですね。例えば後ろに車があるなと思ったら少し邪魔ですけども、例えばこれだけでも十分絵になりますね。じゃあちょっと寄ってみましょうか。これで一回ちょっと絵描いてみましょうかね。こんな感じどうですか？続いてはちょっと茂みという感じですね。例えば下の方の道路を切るだけで、こんな風に印象が変わってきます。例えば地平線を少し上の方に持ってきて、画面の地平線というかですね、奥の方に明るい緑が見えますが、どちらかというと地面の方を主役に木漏れ日を描いてあげようかなといった時は、例えば下の方ですね、
このように明るく開けてあげるだけでも印象がガラッと変わってくるんじゃないでしょうか。本当にこんな景色だったら、お近くの公園とかでも十分あるかと思います。後ろの方に何か邪魔なもんが見えるとか言うたら消したりとかですね、トリミングの際に切り取ったりとかっていうこともできますので、その辺は臨機応変に見る人は誰も知りませんのでね、臨機応変に、変えていかれたらいいと思います。画面構成これ分かります？外側内側から書いていってるんです。8倍速で申し訳ございません。そしてもう一回これをですね、この風景でもう一枚描いてみてもいいのかなと思ったので、じゃあ今度は逆に木々をメインにして下の方を狭くした感じの構図にしてみようということで、上にこう5月末、少し緑が濃くなってきた緑を描いてみようかなと思って、下の方は狭めにしてます。今回使っている紙はもうサムホールのワトソン紙、中目、300g と、あとはですね、画線紙っていうんですか、水彩紙のはがきサイズのものが途中で出てきます。まさか30枚も書くと思っていませんでしたので、途中で足らなくなりそうになったので、ちいちゃい紙も使っております。こんな感じでもざっくり書いてあげて、マスキングテープを剥がすとそれっぽい、ものになります。だいたい 7,8 分とかで書いております。少し寄ってみましょうか。もうこれだけでも十分絵になるんじゃないですか。どうですか。例えばこのぐらいのアングルで少し例えば切り取ってみたりしても素敵な絵になると思いますよ。こんな感じになりますね。どうでしょうか。まさにこんなの本当にどこにもありますが、こうやってガンと切り取ってあげて、根っこの方だけとかツタの方に見せ場を持ってきてみてください。もうそれだけで絵になると思いませんか。おっと、そこらにあるマッキーを使い出しましたね。マジックを使ってもいいんじゃないですか。透明水彩とマッキーと、あとはなんか油性の細いペンとかですね、なんか画材に関してもこんな軽く描くスケッチなんかというのはいろんな画材とかをポケットに忍び込ませていってあげたら、絵を描くのすごく楽しくなりますよ。もうガチガチの作品描くというよりは抽象画みたいでしょ。ちょっと色つける程度にしておこうかなという作品があってもいいと思います。点描で点と、なかなか出にくいご時世ですけども、人気のいないところに行って安全な確保を努めて、やられてみてはどうでしょうか。日常の中にですね、実は見てください。うわ怖っ、めっちゃキノコ生えてますよ。足元、これ何キノコですか。キノコ専門家の人いますか。うわ、めっちゃキノコ生えてますよ。気持ち悪。なんか美しいキノコ探すだけでもいいんですね。ふかふかの、これは腐葉土ですね。うわ、見てください。ほら、何ですか。めちゃくちゃでかいキノコがありますね。どうですか。気持ち悪いですか。すみません。これだけでも絵になるんじゃないですか。っていう感じでしたね。キノコ、でかキノコ、ちょっとアップにしたぐらいですが、ほとんど画像は変えてませんが、少しアップにでかキノコを描こうかなということで、こんなとこに生えてくるキノコも絵にしようと思えばできるということですね。何でも絵になりますよ、本当に、しようと思えば。あとは構図を少し考えてあげて、真ん中ぐらいに持ってきながらも根っこのところに、生えている感じで、少しざっくりした感じでダイナミックな感じで、描いてあげるというのもいかがかなと思います。今こう見てるのはやっぱり県立美術館ということで、こういうのもなんか絵になりそうですしね。例えば低いアングルからこうやって見てあげるだけでも少し面白い絵になるかもしれませんよね。どうですかね。
これも何気ない風景なんですけども、これまた根っこだけに絞って光がポンと当たってる感じみたいなのがですね、これなんか本当に油絵とかにしても十分作品になるような、しっかり描き込んでも十分作品になるような感じです。ちょっと早送りの画像なんかをぜひご覧いただければわかると思いますが、画面をすごく全体を見ながら描いてるの分かりますかね。これはがきサイズに描いてますが、全体をなんかちょっとした絵手紙みたいなものを送るときに、なんかですね、こんなんでも洒落てませんかね。いかがですか。そんなご提案です。ちょっと後ろのこういう森っぽいのはちょっとどけてというか違うとこ行ってみましょうか。なんかあるんじゃないですか。とぼ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 、テレビ局がありますね。テレビ局が後ろに見えます。さあこれはどうでしょうか。大きな大きなクスノキがありまして、後ろに少しなんていうか古びたお家がございます。これ結構絵になりますよね。こちらの方はどうでしょうか。街の中に普通にあるようなこういうクスノキもちょっと切り方だけでも左に寄せてあげて、するだけでもちょっと印象が変わりますよね。何ですか、なんか人間の手伸ばしてるみたいな体に見えてくるような感じがあるんですね。上の方にはなんか花があるようにも見えてきてですね、おもろいなおもろいなって言ってるんですね。怪しいですね。45歳6歳にもなるおじさんが、うわめっちゃ綺麗やんとか独り言を言いながらスマートフォンを持って街を徘徊する皆さん、避けて行くんじゃないですか。やばいやつが前から来た、そんな感じじゃないでしょうか。すごく恥ずかしかったです。こんな感じで、空をポンと置いて、この青空とこの緑色、そしてこの影コントラストの美しさを描くために紫みたいなものを下地に塗っておいて緑を描いていくという手法を取りました。これは、ワトソン市のサムホールの方でございます。緑を少し置いていったら、あら不思議、なんとなく作品になってくると思いませんか。皆さんもこんな感じですね。本当にどこにでもある景色、絵にすることできるんですよ。多分できると思います。それは日常からそういう目で見るか否かなんですね。そういう目で見るとこんな感じに、10分ぐらいで描けますよ。絶対に。ぐぐぐぐっと寄ってってみましょう。葉っぱがちょっと入れませんが、クスノキ一つでもですね、これだけでも意外と面白いと思いませんかね。どうですか。クスノキの表面だけでもなかなか、こんなクスノキの幹でもこれだけにするとなんか抽象画みたいに見えませんか。ちょっとかっこよくないですか。抽象画みたいなのをはがきサイズに少し描いてみようかなと、すごくラフに描いてみました。ちょん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 と描いて、あとはもうマッキーだけでっていうかペンだけで描いていったというだけの作品ですが、なんかようわからんけどこんなんね、ちょっとおしゃれやと思いませんか。ちょっと100円ショップのなんですか、ああいうのに入れられる時間がなくなりましたので、また次回お話ししようと思います。街の中を少し歩いてみると、例えばこんなんも、こんな街の中の本当に雑草の中の花だけでもこういう風にトリミングして描いてあげて100円ショップの額縁に入れたら作品になるんじゃないかなと、ちょっとトイレにでも飾れるような素敵な作品になるんじゃないでしょうかというご提案でございました。これもザザザザザと簡単に書いていっておりますね。そんな難しいことしてません。ペンで書いてちょっと色つけたぐらいなんですが、作品というよりもね、プランニングエスキースとかでも十分かなと思いますね。こんな感じの作品があっても可愛くないですか。こういう駐車場に入ってみると、なんか意外と
掃除とかされていないところがあって面白いところがあったりしますよ。面白いじゃないですか。ほら、十分これでも絵になりますよ。十分絵になりますよ。これが絵になると分かるかどうかですもんね。これは全国どこでもあるような雑草でしょ。ちょっと切り方を変えて、上の方ズボンと切ってあげると色面構成ができるの分かりますか？上の方の面積が30%、下の面積が 70% ぐらいでしょうか。8対2とか僕よく言うてますけど、そんなんにしてあげるだけでもなんかこう、例えばペンだけでこれ書いてますけども、なんか可愛らしい作品になったりするんですよ。します。するというふうに念じています。こんなんも面白いと思うんですね。いろんなところに、少し出歩いてみることができる方はですね、ちょっとやられてみてはいかがでしょうかというご提案の今回動画となっております。じゃあちょっとまた行ってみましょう。こうに見えるのは県庁ですね。これサビとかも意外と綺麗ですね。お堀が見えてきたので、意外とこういうところは面白かったりするんですが、悪くないですね。こういうのも一番オーソドックスに絵になりそうな感じがしませんかね。これだけ見たら本当に何気ない風景、切り取り方によってはこんな風になりますのでね、なんかベニスじゃないかと思わせるような、いやジャングルじゃないかと思わせるような適当なことを言うてますけども、建物だけを削って、緑と水だけに絞ってあげたりすると、下の方の反射のところに見せ場が行きやすくなったりもするとかですね、緑がすごく強調されて見えてくるとかっていうことが起こってくるんですよ。わかりますかね。本当に当たり前のようにその辺を歩いているだけでこんなのは絶対あるんです。あります。皆さんの近くにもあるはずです。ちょっとそういう目で、日常を過ごしてみてください。ワクワクが止まりません。こういうのもトリミング次第によっては周りの建物とかを消してですね、絵にすることができますし、水に映っているこういうところも絵になるかもしれません。太陽まで映ってますね。何かありますかね。水なんかも案外面白いかもしれませんよ。太陽が映ってこれだけでも絵になるかもしれませんもんね。花からこんなのは絵にならないと決めつけないことは意外と大事ですよ。こんな抽象画があっても面白いんちゃうかみたいな気持ちで、これはほぼ抽象画的な感じなんですが、こんな水彩でザザザザっと描いていっている程度なんですけども、本当に、こういう枠を作ってですね、太陽が少し向こうに映ってますぐらいな感じをざっくり描くと抽象画みたいでチャーミングじゃないでしょうか。いかがですかね。こちらが県庁ですね。亀はいないんですかね。これなんかもうまさに絵になりますね。これだったらちょっと低いアングルからの方がかっこいいかもしれないね。でこう向こうにですね、光が映って、あそこ車が止まってるんですね。車がなかったらもっと綺麗な三角形が見えそうですね。絵の中で消してあげてもいいかもしれませんもんね。
例えばこれを絵に描くとしたらどんな感じでしょうか。こんな景色だったらばですね、切り取り方また上の方切ってますね。これでね、色面構成ができてきましたよとか、主役をどの辺に持ってこようかなっていうのが少しこう分かりやすくなってくるというかですね、ここの三角形のところ、僕は富士山が映っているように描いてやろうかなと少し考えるんですね。何か他の景色をイメージさせるとかっていう感じにしてあげたりするのも面白かったりしますよ。こういうのを発想力というんですか、想像力というんですか、そういったことを日常的に行っていくとやはり脳活になっていくんじゃないんですか。わかりません。私はもうこんなことずっとやっております。こんな感じでですね、ざっくり描いた作品でございます。大きな立派なクスノキがありますね。これでも十分空と絵になると思うんですよね。これだけでも十分絵になりますよ。これ難しいですね。水を映してこのぐらいかな。佐賀県はですね、お堀が結構綺麗だったりするんですけども、こういう風に切り取ってあげるだけで、ちょうど真ん中あたりにズボーンとこう線を横線今引きましたね。これはマジックを今度使い出しましたね。30枚も書いてると飽きてきます。点描で点々点々点と広がりながら場所が決まってきたら少し書いていくという感じで、全体のこういう風にバランスを取りながら少しずつデテールを書いていくというようなことをしていくんですね。画面のバランスとかだからあんまり僕は大きく崩れないというのは、場所に点々点って打って、そしてこれはドライブラシといってざらつかせた感じで描いた後に少し水を多めに描いていくとかっていうこともしてみたりとかしながらですね、少しずつこうですね、いろんなパターンの作品を描けたらなと思っていますが、こんな感じで作品として成り立ちませんかね。いかがですか。チャーミングだ、かわいいぞなんて声が一つも聞こえてきません。皆様コメントでよろしくお願いいたします。もうちょっと歩いてみましょう。焦り出てきている。ここまで来てる。面白い。ちょっと壁がですね、剥げている家もなんか悪くないですね。なんか面白いですね。おいおい、マジかよ。こんな普通の壁を絵にするのか。こんな感じで切り取ってみてはいかがでしょうか。わかりますかね。これはモンドリアンのイメージですね。モンドリアン、ぜひインターネットを使ってみてください。抽象画的な感じですけども、ちょっと切り取っただけでも実は絵っぽくなるんですよ。本当ですよ。騙されたと思ってください。僕は皆様からお金を取っているというわけ。CM とかでね、ありがとうございます。見ていただくと変な詐欺をしているわけではありませんがね、これだけで十分絵になりませんかね。お近くにお堀とかなくても意外とドブとかでも絵になりますよ。ドブなんか描きたくないって言うかもしれませんけどね、美しいドブに変えればいいだけですからね、絵の中でね。お魚が死んでいる。これはなんか現代を表しているんでしょうか。魚もいるんですね。はい、じゃあまた別の場所に移しあちらはいいですね。こんなとこあったんですね。ここはいいです。お魚もいますね。今日はちょっと梅雨の晴れ間ということで、県庁の裏なんですが、お魚が、これはメダカではないですよね。よくわかりませんが、
これだけで十分絵にもなりますもんね。佐賀県庁の裏で、一人おじさんがボソボソカメラに向かって喋る光景、皆様想像してみてください。遠くの方で警備員が私をじとーっと見ておりました。そらそうです。私も警備員のお仕事をしているならばじとーっと見る対象の人間でありましょうね。でもこんな本当にはがきサイズの作品です。絵手紙アートもいいんですが、こんなのはいかがですかね。ということでちょっと一旦、ここで、止めてまた別の場所をちょっと探してみたいと思います。町の方にですね車を止めまして、ちょっと町の方を散歩してみようと思います。こういうなんか古い建物が残っていて、それはもう普通にですね絵になるとは思うんですけども、こういうのは今回は省きますね。意外とこういうとこも絵になりますよ。おいおいこんなの本当に絵になるのかよなんていう風に自分でも思ってますちょっとコケかわいいなぐらいの感じです。あまり絵にはなりませんでした。そんな感じのこともあっていいかと思うんですが、そういう風な目で見てあげるともうここもできるかも描けるかもということが広がってきませんかね。それってすごく面白くないですか。毎日の生活がもっと面白くなるかと思います。美しい建物が見受けられますね。美しい美を感じますね。お住まいになられてるんですかね、あそこはね。なかなか素敵な建物ですね。ここ飲み屋があったんですけどね、あるんですかね今も。ウルトラ名前こうやったかな。佐賀はこういうお堀があってカッパさんがいますけどね。これは一番よく佐賀の高校生とかの、デッサン大会とかでよく描かれています。お堀の風景ですね。こんな景色をちょっと切り取ってあげるだけで水の方に見せ場、私は今回こういうのが多いですね。もちろん空の方を見せ場にすることもありますけども、こういう風に、切り取ってあげると水面がすごく綺麗でしたね。梅雨の本当にちょっとした晴れ間でしたけども皆さん少しこういう風に、身近なものに、探しに行くだけで日常がガラッと変わります。ちょっと晴れ間とかが見つかったらですね、近く安全に、配慮しながらと言いましょうか、少し身近なところで、見つけられるだけで本当に景勝地とか有名な観光地じゃなくても十分に絵になります。ふらふら出歩いて旦那様からおいお前どこに行くんだなんて言われたら美しいもの探しに行くのよなんていうふうに答えてみてはいかがでしょうか。って言われるかもしれませんけどね、生き生きした生活があるんじゃないでしょうか。あれはザクロですね。これはザクロだ。これはだから季節がいいとザクロの実がなりますもんね。これ十分絵になりますよね。十分絵になりますね。綺麗ですね。
もう20本近く撮っていると話のネタもなくなってくるもんでございます。すみませんね。これは緑をダーンと塗って少し乾いたら完全に黄緑とか塗って赤ダンと塗ろうと思ったんですが、もう本当にラフに描いております。ちょっと赤がビビッドではなくなりましたが、こんな感じはいかがですかね。やっぱこの堀とかは綺麗ですね。もう全然こういうのも絵になりますもんね。どうトリミングするかも大事ですよね。もう本当に、どこにでもあるように、野に咲くアジサイ噛んでしまいました。咲くアジサイなんて本当に、切り取り方一つで必ず絵になるようなもんなんですけどもね、これもはがきサイズに書いてます。すみません、この辺は結構適当です。適当というと変ですけども、はがきサイズに。でもこんな絵手紙が送られてきたらどうでしょうかね。ちょっとお孫さんにでも送ってみてはいかがですか。街の写真屋さんは素敵ですね。古い建物ですね。どこにでもあるような感じかどうか分かりません。街の写真館素敵ですね。これをどういう風に描きましょうか。これはサムホールサイズの少し大きい作品になってます。言ってもサムホールですけどね。こういうような形が取るのが少し時間かかりますので、これは確か11分か2分ぐらいかかったかなと思います。それでも11分12分ぐらいですよ、ね、そんなに真剣に描いてないというと変ですけども、こういうラフスケッチみたいなものも皆さんにねたまにはお見せしたいというか、こういうのも描いてみてもいいと思うんですね。ちょっとスケッチに行ってみようと、本当に佐賀の街の中午前中行ったら誰も人いませんでしたぐらいの感じですから、逆に安全だったりするかもしれませんよね。ギャラリーのかあるな。ちょっと行ってみましょう。気合の入った建物が多いですね。気合が入ってますね。いいですね。ここですね。気合入ってますね。ここ僕本当絵描いたことあるんですよ。なんかの雑誌に載せましたね。笑っちゃいますね。おいおい、本当にこんなところがっていう感じでしょうが、こうやってトリミングするとそれだけでもかっこよくないですか。半分ぐらいがもう地面になっていてですね、影と建物のコントラスト、斜めの線であるとか銅線であるとか、文字もいいですね。スナックいちこですか。もうやってないんでしょうかね。どうですかね。コロナが明けたらすぐに行こうと思っております。ジョークですよ、ジョークね。ちょっと奥の方とかも描きながら、大きな作りも作りながらですね、水彩らしい水彩というのを描いていっています。なかなかこういう街もですね。どうですか。これは面白いな。これを面白いというおじさんが変ですよね。これなかなかいいですね。なんか顔みたいですね。目が2つあって口に見えてきて面白いですね。
本当にちょっと裏の方に行くともう顔にしか見えなくなりましたもんね。僕これね、目鼻口みたいな感じですね。ペンで、これはまたはがきサイズですけども、ざっくり書いておこうかなと思いました。意外と絵になるんですよ、こういったものも。ただなんかこう奥の方とかにもちょっとこうちょんちょんとこうなんか左奥ですね、ああいうところも作っておいてもいいと思うんですね。そうじゃないと画面って引き締まりませんので、右の方に大きい影があって左の方に、ですね、ちょっとこうアクセントがあってぐらいの感じで画面を引き締めるというようなことをしております。でこんな感じでザザ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 となかなかこういつの建物か分かりませんが、とてもチャーミングな建物でございました。ここはいいね。やってるんですかね。お花は綺麗に咲いていますが、この壁なんかいいじゃないですか。すごい綺麗ですね。すごい綺麗。この壁が絵になるの、こちらの方ですね。これをこういう風にトリミングするだけでもちょっと絵になるような気がしませんか？わかります。本当に僕は日常の方ね、中にこんなものを見つける、もしかして天才なのかもしれませんね。でもこれは訓練ですよ。訓練というとすごく難しく感じますが、日常にそういう目を持つっていうことなんですね。そういう目を持つ、なんか絵になる景色を探そうなんて思わないんです。もう描けるかな、どうかなっていう頭の中で考えていくんですね。そうするとこういうトリミングになっていくということが起こってきます。ほら可愛いですね。こんな絵はがきどうですか？これも絵になりますね。絵になりますよこれ。面白い。いや、なかなか佐賀の裏の方に入ると素敵なところがありますね。スナック静かということで、木村拓哉さんの奥様がやられているお店だということで、聞いております。ジョークです。ジョークですね。はい、ジョークと言わないと怒られる時代がやってまいりました。ペンで少し書きながら、これも長かったですね。12分11分、さっきのとこれが確か長い方でした。建物がやっぱり時間は少しかかりますけどもね、ざっくり書いている程度ですけども、こんな感じで、本当に平面的というか奥行きがあるわけじゃなくて、平面的ですよね。地面と向こうに立っている壁でも壁の中に味わいがありますよね。本当に、静香さんですかね、ママさんはですね、元気にされているでしょうか、やっているんでしょうか、分かりませんが、こんな感じで水彩でザザザザザザザと書いていって、なんか可愛らしい素敵な作品ですねって感じでしょうか。どうでしょうか。画面の四隅までしっかりこう絵の具を置いていってあげる気持ちは持ってあげると、マスキングテープの効果というのは出てきますよ。端の方にこうはみ出すように絵の具を置いていくようにしてあげてください。そうじゃないとマスキングテープをしてる意味ってあんまりなかったりしますので、こんな感じで描いていきました。可愛らしい。これなんかも本当にね、額縁かなんかにスナックって書きましたね。スナック木村じゃないですね。すみません、間違えました。謝罪はすぐいたします。ちょっと町の方行きましょうか。ちょっと気合が入りすぎてましたね。カッパくんがおりますね。面白い。そこに木にツタが絡まってるのが面白いですね。カッパ発見。ガクアジサイがね、綺麗ですね。
らもアジサイですね。もうこんなのはね普通に絵になりますもんね。あー、意外とこういう隙間も面白いですね。まあなかなか街の飲み屋さんも大変でしょうね。ちょっと入ってみましょうか。こんなも意外と絵になるんですよ、こういうの。おい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 、こんなジャイアントのび太とスネ夫とドラえもんが遊んでるような空き地をこんな風に切り取ってあげたら、なんか大きな草原に見えてきませんか？こじつけだ、ふざけるなという声が聞こえてきそうですが、それをザザザザと最小の時間で描いた作品2分でございます。かっこよくないですか？平日の昼なんで、10時ですね。どこもやっていません。意外と面白いですね。これ面白いですね。面白いですね。これわかりますか？この面白さね。こういう、家の裏側なんていうのもなんか面白いんですよね、実はね。こういう配線なんかを少しペンでラフに描いてみるだけでも意外と絵になるんですよ。これは今回は屋外に出てますが、本当に実は部屋の中、家の中でも何かそういうものって実はあるんですけどね。皆さんのそういう目を養う、美を見出す訓練をぜひ頑張ってされてみてください。毎日がだいぶ違って見えてくると思います。そう信じております。お隣の旦那さんも出会った頃のように素敵に見えてくるかも。これも面白いですね。窓が絵になりますね。これね、顔みたいにまた見えてきましたね。こういう景色なんかも本当にありますね。でもこれなんか顔に見えてきませんか？真ん中に鼻みたいなあって、目あってみたいな感じで、クスクスと笑うようなものも絵にしてみても面白いんですよ。なんかね、前髪がパツッと揃っているような、なんていうか感じの人に見えてきますね。上のグレーの屋根みたいなのが前髪に見えてきたりするんですね。へんてこりんですよね。日常人の中に本当些細なことに面白いものって見出すことができるんですよ。パツンとしたですね、ヘアスタイルのような感じに見えてまいりました。こんな感じで、描いていく。どうですかね。そして少し影から描いていってみたりもします。まあこう描けとかっていう技法の話ではないですよ。今回はとにかくいろんなところが絵になるよう実際に、そして絵にしてみましたよというお話でございますのでですね、こういった目線とかですね、参考にされてみてはどうでしょうか。いかがでしょうかね。チャーミングな、これもポストカードサイズの作品です。こんなのが届いたらどうでしょうか。どうしたの、うちのおばあちゃんどうしたの、なんてお孫さんが言うかもしれませんね。はい。やっぱ街の方が面白くなりますね。まあ綺麗な時短営業、こういうのはありますね。こちらもなん
て言うんでしたっけこれね、面白いですね。これもよく見る花ですねなんて花かは知りません。縦にするだけでなんか印象が変わるぞなんていうこともありますもんね。こんなもマスキングテープを周りに貼ってラフな抽象画みたいな感じで本当は白い絵の具でも用意しておけばよかったんですが、もう今回はそうじゃなくてこういうものをこういう風に描いてあげたら絵画になるよというだけの話ですから、作品のクオリティはご容赦ください。下手くそやる気ないのかなんて言われても困ります。皆さん30枚描いてみられたらいいと思いますね。そんなクレームがありましたらね、全然お受けする気はいたしません。こんな風にネガティブペインティングって言うんですよ。皆さん知ってますか？私は全然知りませんでしたね。隙間を描いていきましょうとは浪人時代に習いましたがはい、こんな感じの抽象画はどうでしょうか。こんなんちょっと可愛いですよね。スマートフォンケースにしたいわなんていう感じじゃないでしょうか。牡蠣の貝殻ですね。隙間も面白い。夜は繁盛するのか否かの街ですね。面白いですね。十分面白いですね。面白い。やっぱ佐賀はこういうですねクリーク的なものが多いんですが、こういう風に切り取ってあげて、そして絵に描いてあげると皆さんちょっと念じてみてくださいね。ベネチア念じてみてください。ベネチアに見えてくるかもしれませんよ。おい詐欺師ふざけるなという声が聞こえてきそうですが本当にそういう風な目で見てみるとちょっとしたこうですねアムステルダムみたいな感じにも見えてくるかもしれません。ザザザザとサム・ホールのこれでスケッチブックがなくなりまして、サム・ホールの作品はこれが最後となりました。なんかね見えてきませんか？ベネチアあれ素敵。ベネチアに見えます。小木曽誠先生壊れてきたぞ。はい、授業がぼちぼち始まりそうです。あと20分。青空をポンと入れるとわーチャーミングベネチアみたいという感じでございます。本当にちょっと見えてくるな。今適当に喋り出したんですけど見えてきたぞ。いや飲み屋に行ってないんでなかなか恋しいですね。あの辺綺麗ですね。美しい。綺麗ですね。人のお庭ですけど、綺麗にうちのあれですね、あれと同じですね。このクレマチスがですね、うちのクレマチスもこんな感じですね。これ全く同じ種類ですね。これが最後の作品となります。まだまだできそうだったんですが途中でふと気づきました。30枚近くあるぞこれはということで、書くとなったら大変やと初めの方にちょっと書いてみましょうかっていうふうに動画の中で言ってるんですけど、
後々後悔するということになりました。これで最後の作品とさせてください。日常に潜む美、いかがだったでしょうかね。皆様のご感想いただければ幸いでございます。こんな絵手紙いかがですか。名人だ。焼き鳥食べたいね。面白いですね。恵比寿さんがちょこちょこいます。お花屋さんとかはですね、やっぱ綺麗ですもんね。普通に街にアジサイがお花屋さんがこう植えたんでしょうかね。もうちょっと歩いてみましょうか。まだありそうな、ちょっとなんか映しちゃいけないような感じの店が右側にありました。中華ね。右側にここの人のあれが映ってますね。僕来たことないんですけどね、一回来てみたいですね。ある女優さんのお店らしいですよ。ご実家らしいですよ。ご視聴ありがとうございました。長い動画でしたが、もう本当にこんな風にとかっていうことで、場所であるとか切り取り方、私なりの切り取り方ですよ。もういつも言ってますけども、皆さんがそれぞれのやり方で結構だと思いますので、切り取って、自分の作品に、変えていかれたらどうでしょうか。今回はこういったご提案でございました。また次回お会いしましょう。では。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。